スパイのバサラカ7月7日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。メールいただいてます、はい、ラジオネームアンナさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。突然ですが、お二人は買い物などした時渡されたレシートはどうしていますか？ほう。私は本当はお会計の時にお金を払ったら財布をカバンの中にしまって、あとは商品を受け取るだけの状態にしたいのですが、レシートを財布の中に入れたいので財布を開けて待ち構えてます、そしてレシートを渡されたと同時に商品を持つので両手がすごいことになります、この状態で移動するのが本当は嫌なんですが、ポケットじゃなくて何としてもレシートを財布の中に入れたいという思いもあります、これはアンビバレントです、お悩み相談ということではないですがよろしくお願いします。まあ分からんでもないな。分からんでもないわ。そのレシートを入れたいという気持ちは分からんでもないけど、俺そのままポケットに入れちゃうな、割と。本当。で大体やっぱ買い物って車で行くから、車の中に置いてあるんですよ、僕レシートを入れる袋っていうか入れ物を。だからポケットに入れて、もう車に乗った時にポケット漁って、まずでレシートとか入ってたらそこに入れるっていう癖がついてる、俺はもう。俺はね、前そうだったんだけど、やめたね。なんで？なんかの表紙で、洗ったタイミングでくしゃくしゃのレシートが出てきたりとかで、とか入れっぱで確定申告忘れちゃったとかあったから、俺はだから俺もまあ買い物行く時は車で行って、アウトレットとか、だいたいさ、そのちょくちょく行くわけじゃないじゃん、そういう買い物って。だから、バッと行ってバッと買って帰ってくるっていうスタイルだから、結局渡されたのと同時に、俺財布って、俺もう薄いカードケース使ってんだよ。まあでも確かに、まあ俺もそうだわ。もうキャッシュ持ち歩かないから、だからそれにレシートを入れていくと、もう入んなくなってくるわけ、だから俺はもう商品もらったらその商品の袋の中に入れる。なるほどね、っていう風にしてる。それでまあ家でその袋から抜くってことだ。どうせね、あれするから出すから。確かにね。まあでも俺も服とか買った時はそうかな、そういう家電とか、その家電って言うとおかしいな手で持ち帰れるそのヘッドホンとかイヤホンとかね、ガジェット系、ガジェット系とかの時もそうだけど、袋の中にそのまま入れてるから。袋の中に入れるか、先にレシートを渡されたら、財布がまだレシート入るタイミングだったら、レシート入れてから受け取るよね。でもさ、スーパーとかってさ、もう今さ、袋に入れてもらえなくない？東京だとスーパーはもらえないね。そのなんかこう、もうカゴに入った状態で渡されて自分で詰めてくださいみたいな状態じゃん。だからまあ基本はでも服とかそういう系か、買い物行って入れてくれて渡されるって。そうだね。これちょっと地方だと違うんかな今どうなんだろうね。いやでも結構レシートとその商品を同時で渡されるタイミングってなくないかと思って。確かに大体昔はあったけど先にレシートだよね。そうでお品物はそう後からじゃん。で今なんならスーパーとかってさ、もう自動になっちゃってるからさ、そのお会計だけされて、機械であと支払っといてくださいみたいな感じじゃん、っていうね。今その状況結構ないなと思って、また違うのかなって。あれなんじゃない小銭と一緒にレシート、文鎮代わりに出されるとか。まあそうか。でまあ現金を使ってないから分かんないのか、あんまり言うて。で、それと同時に、お釣りとレシートです、で商品こちらです、確かにってなった時で後ろ並んでる、いやそれは大変だね。それ大変だわ。まだあとはもう現金を使わないっていうね、カードとかに切り替えちゃって。もうだって韓国とか現金使えないよね、ほぼ。いやまあ中国とかもそうだし、中国なんならカード使えないじゃん。もう電子マネーじゃないともう無理だよね。アリペイとか。そうだからアメリカとかは案外使える方か、まだ全然。いやアメリカでもなかったよ。まあでもさ、中国みたいに嫌がられることはないじゃん、その現金を出して。ベーシッ
だから一昔前のキャッシュレス対応を日本でしてた感じが、だから今は現金対応。そうね、現金対応って感じだね。いやだからむずいっちゃむずいな、確かにこれな。まあもう渡され、ちょっと待ってくださいって思うかだよね。入れてから俺全然待たしちゃう。俺もそうだな、どっちかっていうと。別にそんな急ぐ必要ないし、もう自分のあれじゃないですか、このまず財布に入れて、ポケットに入れてから商品を持つっていうね、焦らない、やっちゃって、いいと思うけどね。焦らない。その数秒で人は怒らない。そう、怒らないから、知らんけど、いやでもごめんはもうさ行こういやなんかこれで思い出したわ。ポーランドの出国審査、長すぎじゃねって思ったの。あれでしょ、陽介とかスタッフはさ、結構すんなり通れたんでしょ、割と15分とかで、いや俺ともみけんとユージはひどかったよ。なんで1時間半前に並んで、1時間半かかったからね多分そのぐらいかかってる。どうしてそれ。いやなんかね、すげえ人だったの。まず人いっぱいいたね。でもレーン分かれてたじゃん。いやもうねパッツパツだったのマジで。1ミリも進まないわけ。何出国審査官が、ごめんこれはちょっと口悪いけど遅くてマジで。マイペースだよね。いやもうマイペースとかの話で1人に10分ぐらいかかってたの。でそれがさ、もうすでにさ俺らはこう9人ぐらい各列並んでるところに並んでるから、それだけでも1時間半かかんじゃん、1人10分とかかかってたら。でそれにプラスしてもうファイナルコール、ファイナルアナウンスが流れてる人たちが、いやもう私もう行かなきゃなんですっていう人がもうサイドから入ってきてみたいな、増えるわちょっと残り2人だと思ったら5人になったみたいなマジでと思って、俺とユージともみけんなんかそれぞれのレーンにいたんだけど違う、マジかっつって、やばくねこれ俺らが乗れるみたいな焦りがあるぐらいすごかったの。それに比べたら日本の買い物は楽ですよ。楽ですよ。怒りませんよ。日本だからじゃない？まあね。だから、スムーズにいかない我々がそうやってね、おっせーってなるわけ。そっか。いや日本人は日本人はそうかもな。せっかちかもね。そうかも。でもみんな焦ってたよポーランドでは。人が多すぎてやべえなっつって。その辺のね、インフラ整備とかその人員配置とかね、いやほんとよ。その辺はなんか国によってねやっぱ差が出るよね。なんかさ、なんか言われたんだろうなって、その上司かなんかに、なんかアナウンス、自分たち要は出国管理官の中で多分共有があったと思うんだけど、急に1人30秒ぐらいになってさ、危ねえっつって。そういうことね。そう多分みんながあまりにも詰まりすぎてて、急に雑になってさ、いて何だったのここまでみたいなお前らってあるね。これ何だったのって何間違ったのみたいな。めっちゃある。たわ。今ちょっと晴らせてよかったはい、すいません。ということで本編収録準備ができたのでアイドリングトークここまでです。本編は毎週火曜夜8時30分から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください。それでは本編の収録へ行ってきます。